ちゃんの名前はね、ボストンで今にも生まれちゃうって時にタクシーに相乗りさせてくれた人が。夏を乗り切って強い子に育つから7月生まれは祝福される。俺の育った故郷では7月は有利と言うんですよ。で、あんまりにも爽やかに笑って言うからママ思わずつけちゃったの。7月生まれだから有利ね。素敵だと思わない？だったらなんでこんな感じ当てたんだよ。有益の有に利益の利で有利。そうそう、別にお父さんが銀行の人だからじゃないのよ。こんな愉快な感じ当てるからみんなにからかわれるんだよ。お父さんは銀行の人だけど利益とか本当に関係ないのよ。だから笑ってごまかすなよ。ああ、もうこんな時間。今日パパとデートなの。よしよし、おいおいおい、たく15年息子やってるけどいまだにあの人の性格つかみきれないんだよな。っていうかなんか一生つかめないままの気がする。残念だったね村田君。うわ、カツアゲ？おい貸せ。今時？あいつ同じの村田健じゃん。優等生メガネどっか私立の高校行ったんじゃ。うわ、目合っちゃったし、まあ見なかったことにすりゃいいんだろうけど。渋谷、いや別に呼ばれたから行くわけじゃねえんだからな。最初から行こうと思ってたんだからな。おい、お前ら何集団で違法行為働いてんの？何が違法行為なんだよ。カツアゲだよ、カツアゲ。渋谷、お前渋谷優里、あの中学の時に野球部だった。あったらどうした？うるせえよ。お前に用ねえんだけど。渋谷はな、僕を助けに来てくれたんだよ。助けにだ？おお、そうだよ。だからもうこれ以上こんなバカなこと。さよなら。おお、逃げたおい、目のせいだぞ渋谷優里。ー。いや、おい、ふざけんのは名前だけにしろよ。渋谷は有利なら原宿は不利なのかよ。その決まり文句は生まれて15年間で推定5万回も聞いてんだよ。そんなことは聞いてねえんだよ。村田の代わりに立て替えてもらうぜ。おい、やめろよ、おい。んだよ、しけてんな。2000円かよ。そう、やめろよ。じゃあお仕置き渋谷ちゃんご出演いらっしゃい。なんだよ個室って。おい、ちょっとこっちトイレじゃん。しかもここ女子トイレじゃん。便器に顔突っ込むとかっちょありえねえし。俺らの邪魔すっと次は殺すぞマジで。お、離せ、やめろ。おい、トイレの水流すなよ。流しやがったー。なんかおかしいぞこのトイレ。吸い込まれてく。これって史上初水洗トイレに流された男。
夢と希望、僕はいつの日か忘れかけてた。眩しい光の中で追いかけてたきらめきは一体どこに行ったの。少しずつ大人になっていくことが、少しずつ寂しくなっていたけど、君の寂しさを埋めることで僕は勇気を持てた。探しに行こうきっとかけらの夢を持て。一緒に行こう君の手を握りしめて、探しに行こうきっとかけらの夢を持て。一緒に行こう君の手を握りしめて、まだ見ぬ僕らの未来を求めて、きっと僕らは輝けるはずさ。一体ここはどこなんだ。奴らがかなり遠くまで俺を捨てに来たってこと？あ、そこのメレヒフコスペのお姉さん、ここは一体どこなんですか？ですね、ここってどっかのテーマパークだったり。驚かしちゃったならごめんなさい。てか言葉さっぱりわからないんですけど。ってちょっと何するんですコスプレの皆さん。なんで石をってしかもコントロール優秀。フォームめちゃくちゃ綺麗だし。そう貴様をなめるんじゃねえぞ。立て引きキャッチャーやったわけじゃねえんだからな。おい、どうせ投げるならど真ん中だ。ストレートでど真ん中狙ってこい。全て俺が受け取ってやる。ただしいっぺんに投げるんじゃ。だからいっぺんに投げないでって。俺というのはなんだか知らないけど助かった。ありがとうございます。キャストの皆さん止めてくださって。どうだ、言葉が分かるようになったか。その濃い顔で流暢な日本語すみません、ここはどこですか？せっかく見た目がいいと思ったのに、今度の魔王はただのバカか。バカ？初対面の傷つきやすい年頃の少年に向かってバカとはなんだ。まあ確かに県立高校人並み以下の成績だけど、今鼻で笑ったな。しかもちょっとかっこいいし、だから鼻で笑うなっての。魔族が立ち上がったぞ。もうダメだ、この村も焼かれてしまうんだ。なんだ？恐ろしい、髪も目も黒い総国だよ。マルゴスでも気をつけろ。魔族は魔術を使うはず。なんなんだよ。アーダレベルト様、どうか
かそのお力でこの魔族を封じ込めてください。お願いします。まあ落ち着けよお前ら。こいつはまだ何も飲み込めちゃいねえんだ。今のうちに説得すれば、もしかすると。ユリ、離れろアーダルベルト。何のつもりで国境に近づく？相変わらずだな、ウエラー卿。腰抜けどもの勇者さんよ。よくぞ来た俺の憎しみが宿る場所へ。よくぞ来た俺の愛する人がいた場所へ。もうこれ以上行かせない。俺の大切なもの守るため、たとえこの身が朽ち果てても、俺の魂はこの地に根を張る。奮い立て生きとし生ける者たちよ。胸に閉じ込めたそうや怨念解き放て。裏切られたこの気持ち、誰にも分かりはしない。引き裂かれたこの気持ち、お前らには分かりはしないだろう。狂い酒生きとし生ける者たちよ。この目に映るこの世界、疑念や偽善朽ち果てろ。奮い立て胸に閉じ込めたそうや怨念解き放て。今のうちに陛下を。陛下？あれ、なんだか体が宙に浮いてる気がするんですけど。てか本当に浮いてるんだけど、なんじゃこりゃうまく仕込んだな。骨卑族に人を運ばせるとは。彼らは我々に忠実だ。支援に取られて自分を失うこともない。支援だと貴様はどうなんだ、上良卿。あんな連中のために使うとは、その腕惜しいとは思わないか。残念、お前ほど愛に一途じゃないんでね。カカと多勢に無勢ってところだな。また会おうぜ、上良卿。待て。深追いはするな。今は陛下の御身をご無事にお制するのが最優先だろう。ねえ国家標本くん、俺は今善悪どっちの組織に吊るされようとしてるわけ？生体なき者声は出ずですか。何はともあれ、あいつの言ってる陛下ってのが俺のことらしいのが気になるけど、この超よくできてる空中ライドから早く降ろしてくんねえかな。陛下。本当にご無事で何よりです。どうも。王祖のコンクライスト卿ギュンターです。陛下の世話役になります。世話役？はい、
陛下の身の回りのお世話をさせていただきます。どんなことでも何なりとお申し付けくださいませ。近い。陛下とお会いできるこの日をどんなに待ち望んでいたことか。陛下素晴らしい。平素より黒を身につけていらっしゃるのですね。それにその高貴なる黒髪と黒い瞳。いや、これ高校の制服だし、それに日本人の大半みんなこういう感じ。確かに我々の陛下です。陛下、なんと美しい。絵になるマジェスティ、何から何まで祖国のその瞳、虜になるから。あなたの眼差し胸を貫く。情熱的に心にしみるの。愛しのマジェスティ、隅から隅まで祖国のその髪を風になびかせ。あなたの匂い腰を砕く。飛躍のように沸騰させるの。ギュンタでございます。ずっと待ちわびて。ギュンタでございます。思い続けた。ギュンタでございます。もっと私を焦がして、もっと垂れ流させて。雨に負けず、風に負けず、夢の中で見たのはダメな私でも行かせてくださいませ。ギュンタでございます。きっとこれから先はギュンタでございます。離れないでしょ。ギュンタでございます。だって私の全てをだって捧げたいの。捧げたい。陛下いる。陛下本当にいる。陛下。これ使う？なんとお優しい。そしてこのかぐわしき匂い、このギュンターの涙は嬉しさのあまり止まることがないでしょう。おいいや、それ止めるために渡したんだけど。ギュンター、実はアーダルベルトに先を越されかけた。なんですって。奴らに何かされませんでしたか。忙しい人だな。陛下、石を投げられたかな。人間どもめ、なんてことを。人間どもって。そういえば陛下、なぜお言葉が。言葉？はい、いつこちらの言語を習得されたのかと思いまして。やだな、皆さん日本語お上手ですよ。お国はどちら？お国はここですよ。日本生まれ？陛下、ここは日本じゃありません。でも言葉が。おそらくアーダルベルトの砲術のせいです。とにかくここは日本じゃない。そしてここは陛下の生まれ育った日本でも地球でもありません。嘘でしょ。嘘じゃありません。さあ陛下、いつまでもこんなところでは。中へどうぞ。コンラッド、コンラートさん？コンラットは英語風ですね。呼びやすい方で構いませんよ。俺、あんたとどっかで会ったことあるかな？いえ。さあ。
混乱されるのも無理もありません。今からご説明いたします。この世界のこと。その前に俺は俺なりに3つの仮説を立ててみたんだ。なんとさすが陛下、やはり陛下は聡明英知な頭脳の持ち主であられる。でその3つの仮説とは。その1、テーマパーク。その2、テレビのドッキリ企画。その3、夢落ち。お、当たった。さあどれだ。俺的にはやっぱりその3の夢落ちがいいんだけど。今から18年前、あ、違ったのね。陛下の魂はこの国でお生まれになるはずでした。ところが当時戦後の混乱のためか、偉大なる神王のご判断は陛下の御霊を異界へと送るというものでした。そこで我々は陛下の気高い魂を地球へとお連れしたのです。そこで陛下は現在のご尊父とご母堂の間でお体を作られ、あちらの世界でお育ちになられた。ちょっと待って。しかしつい先頃、本来ならば異界で成人するまで安全にお過ごしいただかれた陛下をどうなさいました陛下。お体の調子でも。最近膝の調子悪くてさ、どうしようかなと。かっけーです。かっけーかっけー。そうじゃなくて、もっと噛み砕いて言ってよ。しかし陛下って、俺の名前は渋谷優里なの。要は俺はこの国に生まれるはずだったけど、違う世界で生まれ育って用事ができたから呼び戻したってことだろ。その通りです、陛下。素晴らしい。そうでもなくてねえ、誰か別な人と間違えてない？本当にそれ俺なの？もちろんです。その気高く純粋な黒髪、澄み切った曇りのない闇の瞳、それはもう一目お姿を拝見した時からあなた様以外考えられません。それにお言葉が堪能だったことでより一層はっきりと分かりました。また言葉？アーダルベルトのしたことは私としては口惜しい限りですが。どういうこと？奴は陛下の魂の溝から蓄積言語を引き出したのです。魂の記憶を呼び起こすのはそれはもう大変危険なことなのですが。まあ考えようによってはこうして陛下と話せるのもあいつの術のおかげだろう。そう怒るなよフォン・クライスト教。陛下に高等魔族語をお教えすべくこんなに教材を用意しておりましたのにあはは重い分かったよ。イベントがあるってことは何かミッションがあるんだろ。とにかくこのゲームを早く終わらせるためには話に乗るしかないんだろ。陛下で、俺はどうすればいいわけ？どっか姫助けたり悪いドラゴンやっつけたりするわけ？ドラゴン、竜ですか？そう。その種は絶滅しかけているので我々が手厚く保護をしております。ドラゴン絶滅危惧種かよ。はい、ですからやっつけるなどとんでもない。じゃあ俺は何をすればいいわけ？どんな敵を倒したら埼玉の家に返してくれんの？人間です。どんな人？我が国に敵対する全ての人間どもを倒し奴らの国を焼き尽くすのです。ちょっと待って、俺も人間なんですけど。いいえ、陛下は紛れもなく魔族です。それも最も高貴なる苦労を宿された第27代魔王陛下でございます。魔王陛下？はい、おめでとうございます。あなたは今日から魔王です。陛下ってさ、何も魔王はないだろう。魔王ってことはどっかの勇者に倒されるラスボスが俺ってこと？つまり最終的には確実に死ぬじゃん俺。陛下すいません。もしかして野球やってるの？ええ、この村に来た時は子供たちと野球をやるのが習慣でして。グローブはないの？コンラート。はい、ありがとう。
陛下、ここは迫害され人間の国から逃げてきた難民の村で、遊び道具は充実してないんです。陛下ってお母さんが言ってた怖い人？ブランドン、この方は怖い人じゃない。我が国の新しい王様だ。お前たちを守ってくださる優しいお方だ。お許しください。どうかこの子の首を離れないでください。家をもう燃やさないでください。陛下はそんなことをなさる方じゃない。ほら、頭を上げて。でも王様は村のみんなを。ねえ、今度野球教えてあげるよ。本当？はあ、約束するよ。いけませんブランドン。今日はもうおしまいにしよう。また明日な。俺が王様だってのは本当？しかも魔王だってのは？本当です。陛下は正真正銘新魔国第27代君主です。俺もいずれ村人の首をはねたりするのかな。それは違う。彼らにそんな集中したのは人間の国の愚かな王です。もっともそんなひどいことをする人間ばかりじゃありませんが。そろそろ中へ。日が暮れると急激に気温が下がりますよ。俺なんてところに来ちゃったんだろう。だけどここがあなたの世界だ。お帰りなさい陛下。お帰りなさい。あなたの魂のあるべき場所へ。柔らかな木漏れ日が君の微笑みのようだった。いつか見たあの空を君と共に眺めたい。こんな風に誰かのことで胸を焦がすなんて飛びか数えきれない愛。みんなどこかへ帰ってゆくんだね。人は皆探してる。それはとても暖かい場所なんだね。おかえりおかえり、ここは君の帰る場所。両手広げて待っている。飛び込んでくれたなら優しく包み込んであげる。おかえりおかえり、ここは魂の帰る場所。怖がらないでいいんだよ。
君が笑ってくれたなら僕の心は癒される兄上、とうとう来たか。とくと見せてもらおうか。奴の力がどれほどのものかを。もう限界。あと半分歩き切ったらどんなことでもして差し上げますよ。魔族っていうからには魔術でお城までバビューンと移動だと思ったのに。そんなバビューンとは参りません。ファンタジーの世界なのに全然楽ちんじゃない。俺からすれば地球の方がよほど便利ですよ。それにしても喉乾いた。冷たい水飲みてー。水を頼む。どうぞ。陛下。君も魔族？はい、陛下。我らの持てる最後のひとしずくまで陛下のお役に立てることができれば幸せです。失礼。ちょっと今度と俺の水だってちょっと飲まないでよ。ちょっとおい。もう少し残してください。俺すっげえ乾いてたみたい。ありがとう。陛下、むやみなものは口になさらないようにと申し上げましたのに。大丈夫だ。変な味はしなかったし、沈んでた場合も考えて最後の一口は残していただいた。それって毒味？俺のために？時代劇みたい。コンラート、あなたは少し民に肩入れしすぎです。国民に肩入れしないで誰にしろって言うんだ。しかしもちろん陛下には肩なんて言わずに手でも胸でも命でも差し上げますが。それはもちろん私も。胸とか命はいらないよ。そうおっしゃらずに。そんなもんよりあんたの魔力を貸してくれよ。魔力でお城まで飛ばしたりとかさ。すいません、それは無理かな。俺は魔力が全くないもので。でもギュンターは我が国最高の術者です。私などより陛下ご自身の魔力の方が数倍上ですよ。待って俺人間だし魔力とか超能力とか全然。陛下は魔毒ですね。はいはい、ご安心ください。そのうち意のままにお使いになれますよ。ないそれはないって。さあ行きますよ。まだ歩くの？はいこの間の国家標本のコキーじゃダメ？ダメ。大丈夫ですよ陛下。さあ。ギュンター様。遅い。ここが。ええ、ここがあなたの、そして我々の国、偉大なる神王とその民たる魔族に栄えあれ。ああ、世界の全ては我ら魔族から始まったのだということは忘れてはならない。宗師たちをも打ち倒した力と英知と勇気を持って魔族の繁栄は永遠なるものなり王国。今の国名？ええ、長っ。略して新魔国。短っ。そしてここが魔王の王城、血明城です。でっけー。初代魔王である新王陛下がこの地を王都にお選びになった時、地の霊を傷つけないと約束されました。地の霊はその感謝と友好の印に、魔王以外の者がこの城を占拠した場合、その地をもって罪をあがなわせることを誓った。なんか物騒な話だな。
血の盟約、つまり血盟上は魔王陛下にしか従わない完全無欠の王女だということです。へえ、それで血盟城。門をくぐりし者よよく聞け、ここは難攻不落の血盟所、血の霊が魔王への感謝と友好を示す。5000名の侍女や従者、管理や兵士が常駐する魔王の城、新魔国のシンボル。金があの玉座に座りし者は、金がこの国を治める魔兵か、金がその高貴な黒い髪の瞳、金がこの国を治める魔兵か。さあ民よ、一緒に陛下とお願いします。せーの、陛下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 。民よありがとう。きっと陛下もお喜びに。陛下大丈夫ですか。陛下、うわ、これはまた。これが陛下だと。グエンダラ兄上、あんな奴が連れてきた人間もどきを王として迎え入れるおつもりですか。ゴッドファーザー愛のテーマが似合いそうな男とウィーン少年合唱団 OB 風美少年が。このような知性も威厳もない男、僕には信用できません。なんかすっごい喧嘩腰でご登場。フォルフラム、陛下に対する暴言は許しませんよ。それにコンラートのことをあんなやつなどと足玉に言うのもおよしなさい。仮にもあなたの兄上でしょう。ちょっと待って。陛下、ゴッドファーザー愛のテーマのあなたと陛下、ウィーン少年合唱団 OB 風のあなたとこれだと、うわ、三兄弟。ええ、お、似てねグエンダルとボルフラムと俺は実際に父親の違う兄弟です。二人はそんなこと口にしたくもないだろうけど。おい、僕の話はまだ終わってないぞ。こんなガキが魔王だなんて。ガキ？俺は15だけどあんたもそんくらいだろうが。何がおかしい。僕は82歳だ。82歳？そっか82歳。魔族の年齢は見た目かける5だと思ってください。陛下、晩餐の準備が整っております。さあ参りましょうか。年齢設定も違うときたか。どうするよ。晩餐会陛下と初めての晩餐会。晩餐会。陛下、改めましてこちらが兄のフォンボルテール卿グエンダル。こんばんは。そしてこちらがフォンビーレフェルト卿ボルフラム。僕に薄汚い人間の指で触るな。あ、俺だけ父親が人間なんです。その父がこれまた剣以外何の取り柄もない人間で。あら、でもね、とってもいい男だったのよ。出たー、セクシーダイナマイツ。このご婦人は一体。お久しぶりです、母上。久しぶりね、コンラート。母上？ますます父親に似て男前になったわね。あー、
フ相変わらず私にそっくりあらグエン、あなたまた眉間にシワが寄ってるわよ。再婚相手の連れ子とか？いえ、俺たち3人を産んだ母親ですよ。うわ緊張してるの？かわいいお方。胸当たってます、胸。ねえねえ、恋人は？おやめください。あらやだ、うるさいのがいた。新魔王と全魔王の恋などとんでもない。国民に示しがつきませんよ。全魔王？新魔国へようこそ有利陛下。あなたの先代にあたるフォン・シュピッツベーグ・ゼツィリエよ。ゼリって呼んで。ゼリ。はあ。王位を継いでくださって嬉しいわ。いきなり王だなんて不安でしょうけれど、深刻に考えなくてもいいのよ。私の息子たちも誠心誠意お仕えすると思うし。僕はこいつに仕えるつもりなどありません。こんなやつよりグエンダル・アニメのがずっと。オルフ、新王のお言葉に背いて立てた王がどういう結果を招いたか知らないわけではないでしょ。お言葉に背くと罰とか当たっちゃうわけ？その場合、お立ちにならなかった陛下にも。なんだよそれ。俺王様になりたいなんて一回も頼んでないのに。やはりそうか。え？総国だろうが闇持つ者だろうが魔王に立たんなら意味もない。最初から王になる気などないのだろう。そうだな、異界の客人。陛下はこちらにいらして日も浅い。無礼な憶測はよせ。だが現実だ、ウェラ教。陛下、魔王として生きる覚悟がないのなら今すぐ元の世界にお戻りください。心から願うよ。民の期待が高まらぬうちに我々の前から消えてくれ。俺だって好きでこんな。偽物であろうが関係ない。正当な魔王の魂の持ち主か否かなど確かめずともどの道すぐ帰る客だ。代理を探そうが賢明だろう。彼は本物だ。俺が有利を間違えるわけない。たとえ魔王の魂だとしてもこんな人間の小せがれにはこの国を任せられない。お前が生まれにこだわるなら言っておく。陛下のご尊父はれっきとした魔族だ。それもあちらの世界、地球の魔王直属の部下でいらっしゃる。あの平凡銀行マンの親父がマジで？だが父親が魔族だとしても母親はどうせ人間だろう。残りの半分は汚らわしい人間の血と肉だ。どこの馬の骨ともわからない尻がる女の血が流れてるんだろ。そんなやつにこの国をな。陛下、貴様何を。陛下、取り消して。今すぐ取り消すんだ。やだね。こいつは言っちゃいけないこと言ったんだ。俺はともかく会ったこともない母親を尻軽なる馬の骨なる侮辱した。何様のつもりだ。俺謝るつもりねえかんな。絶対取り消さねえ。絶対に取り消すつもりはないっておっしゃるのね。ああ、素敵。求婚成立ね、ボルフラム。は？みんなも見てたわよね。じゃあ見届け人もいるってことで求婚成立。ちょっと待って、どういうこと？俺なんかマナー違反でもした？いえ、作法違反はなされておりません。それどころか古式ゆかしく伝統にのっとった方法で陛下はボルフラムに求婚なされたのです。求婚？求婚ってプロポーズ的な的なヒヤシンスとかの求婚ではなく。ではなく、相手の左頬を打つのは求婚の行為。打たれた者が右頬も差し出せば願いを受け入れるという返事。ってことは求婚ってことは俺はあいつに結婚申し込んじゃったの？はい。でも男同士じゃん。こちらでは珍しいことじゃありません。そんなバカな。こんな屈辱的なことが許せるものか。だよ。陛下拾ってあげません。なんで？拾ったな。拾ったけど時刻は明日の正午だ。武器と方法はお前に選ばせてやる。せいぜい得意な武器を使って僕に死ぬ気で挑むがいい。何言ってんの？覚悟しておけ。ちょっと待ってて。おい、なんだって。陛下、求婚なされたかと思ったらすぐさま決闘をお受けになる。陛下のお心の変わりようには私ついていけません。決闘って？恋にナイフを落とすのは決闘を申し込むという無言の行為で、それを拾うのは受けて立つという返事なのです。決闘って1対1の真剣勝負的な？的な。決着の決に戦うって書く？書く。わあ、このワンちゃん決闘がいいのねの決闘ではなく？なく。嘘でしょ？残念ながら
真実です。ってことは俺あいつに殺されちゃうの？陛下、陛下、行きましょう。ああ、陛下、せっかくの晩餐会が。それにしても陛下、あちらの世界で決闘などしたことがあるのでしょうか。ああ、私は心配です。皆さんも心配ですよね。心配ですよね。心配ですよね。ねえ完全に無視です。どうです、剣の具合は。あー、やっぱりちょっと重いかな。でもこれグリップ部分がバットそっくりだ。そうですか。懐かしいな野球。やんなくなってもう1年経つからな。好きなんでしょ。どうして辞めちゃったんですか。さっきみたいにカッとなって監督殴って速攻クビ。それはチームを辞めた理由でしょ。野球を辞めた理由は。野球やめたのはなんでだろう。自分でもうまく説明できないな。じゃあまだ辞めてないんじゃないんですか。おっ、どうです。すっげえ、この国の高級って日本のとそっくりじゃん。軽くやってみましょうか。そうだ。こんな感じ。じゃあ行きますよ。あ、サインはなしで。おお、いや、ひどい投げ方だな。誰に教わったんだよ。すいません、試合で見ただけなんで。いいか、ボールは3本指でこう。基本は縫い目に乗せて。どうしました。いや、こんなだったのかなって。俺が教えてもらった時も。10歳かそこらの時、1日野球教室みたいなのがあってさ、ほらプロ野球選手が来るような。はいはい。その頃いやいやキャッチャーやってた俺はキャッチャーのプロ野球選手に打ち上げたんだ。向かってくる球も突っ込んでくる走者も怖いって。へえ。そしたらその選手は俺をしゃがませて、自分も後ろに座って近くにいたプロのピッチャーの球を着させてくれたんだ。そうして君はもうプロの球も取れるようになった。それでもまだジュニアの球が怖いのかってまあ今考えてみれば超スローボールだったんだけど、忘れられないんだよな、あの感触。では陛下はその人のチームのファンなんですね。当たり前さ。今度だったらどこのファン？ああ、でもこっちにプロ野球チームなんてあるわけないか。ボストン。ね？ボストンレッドソックス。それってメジャーリーグのチームじゃん。こっちにもそんなチームあるの？いえ、アメリカのメジャーリーグチームです。どういうこと？行ったからです、ボストンに。え？ボストンだけじゃない、あなたの育った世界に行きました。17年前、前世の傷を癒して真っ白になった陛下の魂をお守りしながら、俺は陛下の生まれた場所、アメリカ合衆国にたどり着きました。そこで野球の楽しさを知って、未来の魔王の誕生を見届けてからこちらに帰ってきたんです。見届けたって？陛下の母上はそれはもう気丈な方で、タクシーの運転手を怒鳴りつけていましたよ。まさかあんたいつも袋履いてた？夏を乗り切って強い子に育つから、7月生まれは祝福される。俺の育った故郷では7月は有利というんですよ。タクシー相乗りの名付け親？採用されちゃうとは思いもしなかったんで。コンラッドが俺の名前を。
15年間ずっと待っていました。直接陛下にお会いできる日を。陛下なんて言うなよ、名付け親。では有利。それに生き別れの兄弟みたいに言うなよ。俺としては初対面みたいなもんなんだし。はい。なあ、この世界にはまだあんまり野球広がってないんだよな。あまりどころか俺と子供たちくらいしか。今なら陛下は確実に選手兼コーチ兼監督兼審判兼オーナーですよ。マジで？だって国営チームなら国王がオーナーですからね。そりゃあいいや。なら魔王やってもいいかもな。あ、じゃあさ、野球を国技にするってのはどう？いいですね。国技か。国技。そっか、国技だよコンラッド。どうしました？おい、何をしている？決闘はどうした？これが決闘の方法さ。何？武器と方法は俺に任せるって言ったよな。ああ。だったらなぜ服を脱ぐ？これがユニフォームなんだよ。ユニフォームだと？相撲は日本の国技。男と男が回し一丁でぶつかり合う裸の超重量級格闘技さ。裸で？なんだと？そんないかがわしい競技あるか？あら、私はその競技大好き。土俵から一歩でも出るが足の裏以外がチンついたが負けだ。さあお前も脱げ。どうして僕が服を？脱いで母上。いやん、そんな目くじら立てて怒らないの。可愛い顔が台無しよ。もうじゃあ服はいいや。さっさと円の中に入れ。ちょっと待て。さあ行くぜ。はっきよーいおりゃあら、もうしまい？さあ俺の勝ち。おめでとうございます陛下。こんなバカな勝負あるか。それにこんな異界の競技で勝敗を決められてたまるか。オルフラム、あなたが提示した条件でしょう。お前はこの国の王になるつもりなんだろう。だったらこの国の方法で勝負しろ。おい、コンラッド、あいつってさ、もし俺が魔王になったら逆恨みして裏切ったりするようなやつ？いいえ、ボルフラムは魔族であることに誇りを持っています。魔族繁栄のためになると判断すれば嫌いな相手にでも従うでしょう。そっか。じゃあ仕方ないな。剣をくれ。はい。やんなきゃあいつの気が済まないみたいだからな。陛下、これを。へえ、青い石か。俺の好きな色だ。俺の友人がくれたペンダントです。お守りだと思って持っていてください。サンキュー。ただこれは魔石なので魔力があるものにしか効果がないようですが。準備はできたか、異世界人。ご分を。俺の名前は渋谷優里。様をつけてくれても構わないぜ。ほざけ。ダーキング魔王なんてシャラップシャラップ陛下なんて貴様が新魔国を治める笑わせるんじゃない。暴君見せてみろ。レイコンレイコンその魂真偽を見定めさせてもらう。貴様が真の魔王かを。フェイクだ、負けの皮を剥がしてやる。ああ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 、フェイクだ、我らを苦労する者よ。偽りの魂を持ったままこの国に足を踏み入れる。貴様はフェイクだ。炎に属するすべての粒子、創始を振った魔族に従え。我が意志を読み、そして従え。
魔術ですか？それは卑怯だろ。いけません。陛下はまだ魔術について学ばれていないのです。邪魔するなギュンター。しかし真偽を見定めるいい機会だ。あれが本物ならばボルフラムごときに倒されはしないはず。陛下はまだ何の要素も迷惑を結ばれていない。魔力は魂の資質だ。あれが真の魔王なら名役や知識が追いつかなくともあらゆる要素がおのずと従うはずだ。その高貴な魂の前にひざまずいてな。陛下、グエンダル、私を切ってでも戦いを止めるつもりかコンラート。ゴースト真実だ、スウェアスウェア、ひざまずけ、陛下の御霊はどこにある。天に誓ってもフェイクさ、化けの皮を剥がしてやる。フェイクさ、我らを愚弄する者よ。偽りの魂を持ったままこの国に足を踏み入れる。貴様はフェイクだ。今度は逃がしはしない。すぐに救護兵を早く。これがお前らの勝負なのか。関係ない女の子を巻き添えにする。これがお前らの勝負なのか。これが己の敗北を受け入れる規則を無視した暴走行為、それを真の決闘というのだ。あれは水の竜ならばそのようなやから野放しにはできる。血を流すことは多いではないよ。やむを得ん。お主を切る。なんて美しい魔術なの。そんな。陛下はまだ何の要素とも迷惑を。なるほど、魂は本物ということか。罪もない娘の命を奪ったお主の身勝手さ、断じて許されないか。一体どうしてこんな急に。貴様何者だ。何者だと世の顔を見忘れたか。ユリ、娘は気がつきました。命に別状はありません。そうか、ボルフラムやろ。よくよく返すにいたせ。おかに情けはある。情け。陛下、ユリ、陛下、お気を確かに。陛下。お目覚めになられる。お目覚めになられない。お目覚めになられる。お目覚めになられない。お目覚めになられる。お目覚めになられない。陛下、お目覚めになられたのですね。ギュンター？はい、ギュンターでございます。俺死んだんじゃ。縁起でもない。一時は国中の者が陛下のお体を案じて祈りましたのに、何しろ陛下は3日間も眠ったままだったのですから。3日？ええ。そんなに。あの女の子は？幸い命に別状はありませんでした。よかったー。
でさ、俺どうやってやられちゃったんだっけ？陛下はやられなどしていませんよ。いいんだよ別に、慰めてくれなくても。いえ、本当に陛下が水の術を使われて、一体いつの間に水の要素と盟約を結ばれたのですか？何のこと？ああ、そうそう、あの後ボルフラムはセリ様にきつーくお咎めを受けたんですよ。意外。あのフクロさん叱ったりするんだ。それはもうの方のお怒りに関係ない私は。おい銀太、余計なことは話すな。それではあとは若い方同士で。まだまだだな。はあ？あの程度でみっともなく失神するようでは魔王としてはまだまだだ。今度僕に挑むときはもっと力をつけてこい。お前母親に叱られて謝りに来たんじゃ。なぜ僕が謝る必要がある？もうじゃあ引き分けでいいよ。引き分けだと？あれは最後まで戦った僕の勝利だ。はいはい分かったよ。なんだそのいかにも納得してない態度は。そういえばコンラッドの姿見えないけど。僕と話してる時にコンラードのことなどどうでもいいだろう。よかないよ。どっか出かけてんの？グエンダル・アニューと紛争の鎮圧に行ってるんだ。紛争？気になるのか？当たり前だろ。そっか、ユーリも半分人間だったな。被害は？もしかして死人が出たりは？死傷者が出ない戦など聞いたことないぞ。おいどうした？行かないと。どうなったか確かめないと。行くって国境へか？バカを言うな。お前には関係ないだろ。関係なくない。僕はお前の進化で婚約者だ。いやそれ婚約者ってのはちょっと、とにかく何あれあれもおは行く。待てほら、まずは何か飲んで腹に入れろ。そんな格好で行くつもりか？きちんとした服を着ろ。それにほら髪も整えろ。これ止めても行くんだろ。だったら連れてってやる。ユーリは一人じゃ何もできないヘナチョコ魔王だからな。ヘナチョコ言うな。おいユーリ、こっち。そっち？おうわ、このツンデレが。グエンダル・アニューが直々に向かわれたのだ。今頃は全て収まってるだろう。本当に？おそらく。だがお前はヘナチョコだから僕の目の届かないところには行くなよ。ヘナチョコ言うなっての。ヘナチョコにヘナチョコと言って何が？ウォルフラム、あれ裏が燃えてる。なぜだ？騒ぎはとうに収まっているはずだ。またあったな、新魔王陛下。貴様、お前はアートルベルト。おや、記憶力がいいな。あの時はただのバカかと思ったが。バカに見えて悪かったね。ああ、また出た。そのムカつくくらいかっこいい花笑い。そう怒るな。俺は薄汚ね魔族の手からお前さんを救いに来たんだぜ。俺を救う？いきなり違う世界に連れてこられて魔王になれなんて強要されたんだろ。魔王っていや人間の敵だ。この世を堕落させる凶悪な存在だぜ。こいつらお前を悪者に仕立て上げようってんだ。あんまりだよな。そんなデタラメを言うな。こいつら魔族には王座に祭り上げる生贄が必要だったのさ。それには何も抵抗できないお前のようなガキがよかった。魔族に敵対する人間たちに全ての元凶として憎ませる。そのためだけにお前を魔王にしたいんだ。やっぱり俺は魔王の魂の持ち主なんかじゃ。その通り、お前は善良な人間だ。そうだろ。ああ、俺は人間だ。魔族じゃないし魔王でも。ユリエ、そいつの話を聞くな。この男は魔族でありながら我々を裏切った。ワルフラム、お前を
仲間に仕込もうとしている。おい、どうしたんだよ急に。苦しいのか。おい、誰か。そんな。部下どもは楽しい夢の中よ。ちょっとばかり魔力が強いと完全には術に支配されなくて損だよな。三男坊。術？魔封じの法術だよ。大事な王様を守るのに周りを純血魔族なんぞで固めるから簡単に引っかかるんだ。こういう時は一人くらい術を無効化する兵を選ばねえとな。これだから世間知らずのアマちゃんは。くそ、お前いつも言ってたよな。人間ごときが虫けらみたいな連中が魔族に歯向かうこと自体が間違いだって。ほら見せみろよ。お前が大っ嫌いな人間どもが魔族の土地を炎に沈めるぜ。人間が？なんで人間同士が？ここは逃げてきた子供たちがひっそりと生活してる村だってのに。俺がちょっと助言してやったのさ。助言？知ってるか。去年は記録的な大豊作で人間の国では増税したんだ。だが今年も同じ資産で徴収されて自分たちが食べる分も残らなかった。選択肢は2つ。飢えて死ぬか調達するか。そしてあいつらは俺に助言を求めてきた。一体なんて。ここは憎むべき魔族の土地。魔族の土地に住み耕す裏切り者の人間どもから奪うなら神もお怒りにならぬとな。同じ人間だったのに。同じじゃない。魔族についた人間だ。そんな。俺はお前を連れ出してやりに来たんだ。お前は魔族じゃなくて人間なんだろう。一旦魔族側についちまったらもう二度と人間たちはお前を仲間と思わねえぞ。行け。見たところお前を殺す気はなさそうだ。無理に抵抗して傷でも割れたら面倒だ。今はアーダルベルトに従え。お前をどうすんだよ。そうだよなボルファム。こいつを失ったところで代わりはいくらでもいるからな。自分の命の方が大事だってことだ。そんな。迎えに行く。迎えに行く絶対に。さあ行こうか。勘違いしないでほしいんだけど。ああ、確かに俺はこの世界このゲームに最後まで付き合うって決めた。だけど付き合う相手はあんたじゃない。あんたは俺のチームにはいらないんだよ。何言ってんだユーリ。おいおい、そりゃないだろう。お前が怖がらないようにせっかく気使ってやってんのによ。早く行け。こうなりゃ手っ取り早く魔王に消えてもらうぜ。やめろ。あんたさっき俺は普通の人間だって。お前は本物の魔王だよ。残念ながらだ。軽はずみな気持ちで触らないでくれ。やけどするのはお前じゃない。涙とめどなく溢れているのは自分を慰めているだけさ。儚い夢の結末は予期せぬ定めをたどってる。正義なんだと人は歌う。だけど人の涙は乾かない。もうこれ以上辛い仕打ちはやめてくれ。もうこれ以上俺に剣を握らせないでくれ。知ってるかお前の定め。知ってるか俺の宿命。月が泣き星が泣き人が泣いて夜が泣く。
みんなが泣いているのに気づかずに一人微笑むのはお前だけ。知ってるか俺の宿命。風が吹き空が晴れ人が見上げて思い出す。忘れられない傷を作ったのは他でもないお前なんじゃないのか。コッヒー、まさか俺をかばって。骨卑族のこんな行動は初めて見たな。主を守ろうと命がけってことか。チッ、変なもの切っちまったぜ。変なものだとてめえにコッヒーの何がって俺もよくわかんねえけど。一生持たない下等種族に同情だ。今度の魔王は庶民派だな。陛下、一気に形勢逆転か。ついてない。ここはひとまず引く。庶民派の魔王様よ、お前さんのご公説がどこまで続くか見ものだな。ユーリ、よかった。今度ばかりはもうダメかと。どうか映画の男同士がガシッと抱き合う気持ちがやっと理解できた。コンラッド、こら、僕を差し置いていつまでくっついてるんだ。ウォルフラム、お前魔封じの術平気なのか。お前に心配される筋合いなんてない。だったら心配しないんだけど。こいつは自業自得です。勝手に陛下をこんなところまで。そんなことよりなんで怖かったの。骨卑族です。コッヒー、彼らには独自の意思伝達能力があるんですよ。少々離れた場所からでも精神だけで会話ができる。国境近くで交戦中に我々に従っていた骨卑族が仲間の窮地を聞きつけたんです。それでその場をグエンダルに任せてやってきました。そっか。で、そうだよコッヒー。おや、俺なんかのために自分の命を、生きてるんだか死んでるんだか分かんねえけど、でも君にだって妻も子もあったろうにさ。せめて墓だけでも。陛下、それを埋めちゃダメだ。どうしてだよコッヒー、俺を守るために自分の命を。いいからダメなんです。だからどうしてだよ。飛べるようになりますから。なんでそう。骨卑族はきちんと組み立て直せば元通り飛べるようになりますから。これ死んでないの。はい。プラモかよ。さあ行きましょう。すっかり燃え尽きてしまってるな。まだ残党の交戦もある。
くれぐれも注意してくださいね。あの村がこんなことになるなんて。くそ！陛下、怪我人の治療俺も手伝うよ。これ傷薬。俺に触れるな魔族！あんたこの村を襲った人間か？なんで人間同士だ？いいんだよ。この村の人間は魔族に魂を売った。あいつらは人間じゃねえ魔族だ。神は俺たちをお許しになる。神は必ず俺たち人間をお選びになる。それどんな神様だよ。人間同士で争うなんて。では陛下のいらした世界では人間同士が争うことがなかったとでも？それはもう全部話しただろ。兄上この男がアーダルベルトが先導したと吐いた。そのようだな。道理で手慣れているわけだ。兵士崩れがかなり参加している。この紛争の中に炎の術者が混ざっていた。この勢いのある炎はそのせいだ。こちらの水の術者が到着するまで時間はかかる。でも森だけは何としても守らないと。なるほど。ではこいつは火星ではなくただの見物客か？なんだと？それともあの時のような見事な水の魔術でこの村の猛火を鎮めてくださるのか？陛下。水の魔術って？兄上、どうやらユーリは何も覚えてないようなのです。あれは無意識からこそできた奇跡。つまりユーリは現在剣も魔術も使えない素人ということです。ただの役立たずか。ではせめて邪魔にだけはならないでくれよ。誰かこの捕虜を連れて行け。俺が奇跡？どんな奇跡を起こしたって？兄上、我々の土地に対するこの襲撃は宣戦布告の理由になりますか？ちょっと待てよ。まあ理由の一端にはな。宣戦布告ってこっちから戦争を仕掛けようってのか？だがもう少し多角的に物事を考えろボルフラム。正規軍の兵士が一人として加わっていないんだ。証拠にならん。必要なのは確実性だ。無視すんなよおい。では奴らがこの国の辺境をもうままにするまで指を加えてみてよと。お前ら俺の話を聞け。戦士防衛って知ってるか？とにかく守るだけで自分からは絶対に戦ったりしないって意味だよ。現代日本ではそうやって戦争を放棄してきたんだ。日本で生まれて育った俺も戦争反対だ。大反対だ。うるさい、わめくな。なのにお前らの会話の中身ときたらどうよ。もっと確実に戦争ができるようになるまで黙ってるぞ。ふざけるなよ。まずは話し合いをしろってんだ。わめくな異界人。私には新魔国を守る責任がある。お前は日本とかいう場所の生ぬるい手段でその国を守るがいい。だが我々魔族には魔族のやり方がある。そうかよ。それがあんたたちのやり方か。分かったよ。だったら俺が変えてやるよ。その魔族のやり方ってやつをさ。ユリ、向こうがどんなに間違っててもこっちまでそれに乗っちゃダメだろ。自分たちだけでも正しいことしようよ。戦争するのは間違ってる。監督さんを殴ったことはお詫びします。それで監督さんは何をやっちゃったんですか？ゆうちゃんたら昔からそうなんですけど、子供のくせにポリシーみたいなものがあって、それに反することに出くわすと頭に血が上っちゃうみたいなんですよ。まあ我を忘れた状態にあっても正義の2文字だけは守るんですけど。王様が戦争なんかダメって言えば国民はそれに従うんだろ。だったら俺が魔王になってやる。俺が新魔国国王になってやら。僕とこいつの喉をかっきる。貴様、死にかけたふりして聞いてりゃこのガキが魔王だって言うじゃないか。しかも魔術も点でダメらしいな。しょうがねえじゃん。ああ、いい。魔王じゃなくても連れてきゃ人財産は稼げんだろ。この世に二つとない総国だ。神谷瞳の黒いもん手に入れりゃ不老不死の力が得られるっていうしな。
君は離せ。やめ陛下ってお母さんが言ってた怖い人。ブランドン、この方は我が国の新しい王様だ。お前たちを守ってくださる優しいお方だ。今度は気を教えてあげるよ。本当？ああ、約束するよ。邪魔だ。陛下なんて呼ばなくていいんだよ。でも王様になるんでしょ。この村を、僕たちを守ってくれるんでしょ。約束する。野球も教えてくれるんでしょ。約束する。
下、村にだけ降り注ぎ鎮火すりゃいなやピタリと止んだあの雨、あれほどの水術を使われて全く覚えてらっしゃらないとは。いやー、それが本当に覚えてないんだよね。それに俺魔術なんて知らないし。魔力は魂の資質です。陛下ほどの偉大なお方であれば、迷惑などでお手を煩わさずとも四大要素も喜んで従いましょう。ほら、オートに来る途中水をもらって飲んだだろう。おお。どうもあれが何かのきっかけに思えてならない。あれが？とにかく戴冠式の良き日を迎えられましたこと、おめでとうございます、陛下。おいユリ、なんだその質素ななりは。でもギュンターがこれでって。財のかけらもないような姿で兄上や僕に恥をかかせるな。ブローチ？金色の翼、これは僕が幼少の頃にビーレフェルトのおじ上からいただいたものだ。特に言われのあるものではないが、戦場にも出たことないヘナチョコ有利にはお似合いだろ。ヘナチョコ言うな。陛下、次期戴冠式が始まります。何言うんだっけ？主人表明演説？はい。へえ、私が第27代魔王に就任した暁には平和主義と国民主権への移行を最終目的とし、コンラッド、俺もう吐きそう。しかも緊張でなんか腹も痛え。もう一遍トイレどこだっけ？またですか？またじゃなくて腹だよ、腹。そんな時間はございません、陛下。もう分かったよ。中央を進まれまして段に上がられましたら、節入れ全王陛下から冠をいただきまして。はい、もう何遍も聞いたっての。じゃあ行くか。クエンダル、あんたが俺より先に式場に入っていいの？前王陛下に冠をお渡しする光栄な役割を仰せつかったんでな。そっか。あんたは俺が王様になるの反対だと思ってた。反対？私が？うん。とんでもない。いい王になられることを心より願っているよ。素直で従順でおとなしい魔王陛下にな。グエンダルの方がどう見ても魔王の貫禄だよな。そうか。まんざらでもない感じだし。では陛下、ご入場を。いらっしゃい、陛下。相変わらずお美しいですね。ありがとう。でもこんな時まで私のご機嫌を取らなくてもいいのよ。今日の主役はあなたなんですもの。では陛下、この滝の中央に右手を差し入れて神王陛下のご意思を聞いていらして。神王ってとっくに死んでるって。あの滝の奥の穴は神王廟に通じていて、魔王になることを許された者だけが手を入れることができるの。そして認められれば手をそっと握り返してくださるのよ。振りだけよ。私の時も誰も握り返したりはしなかったわ。あ、そうなんだ。でもいかにも握られたって感じでもったいつけて手を引き出して高く掲げればいいの。なるほど。なんだ、やってみたらなんてこと。うわ、本当に何かに掴まれた。掴まれた。ユリ？すごい力で吸い込まれてく。ユリ！これってなんかちょっと前にも。渋谷。うわっ、ここは女子トイレだよ、渋谷優里。村田健、
お前どうしたんだ？どうしたんだって、僕が不良に絡まれてたのを君が助けてくれたんじゃないか。だって村田逃げたんじゃん。まさか恩人を残して逃げるわけにはいかないよ。そっか。村田、俺すっげえ夢見ちゃった。どんな夢？なんかさ、このトイレの中からさ、異世界に行っちゃってさ。それは長くてとても話しきれないような夢だった。だけど金色の翼と青い魔石。これは。そう、あれは夢じゃない。俺がサインを出してゲームは始まったってこと。どうしたんだ渋谷？そっか、そうなんだよな。そしてまだゲームセットじゃないらしい。幻なんかじゃない、君をありたまま抱きしめていいんだよ、心震えた感覚を夢方にかけ上げた、君をありたままいつもの夜を過ごして少し大人になったんだね。金色の翼と青い魔石、それがここへのパスポート。終わりなんかじゃない。もう僕らのストーリーは始まってる。空高く舞い上がった水しぶきの先に僕らは待っている。終わりなんかじゃない。もう僕らのストーリーは始まってる。枯れるほど叫び続けた地平線の果てで終わりなんかじゃないよ。僕らのストーリーが始まってる。もう始まってる。空高く舞い上がった水しぶきの先に僕らは待っている。終わりなんかじゃない。僕らのストーリーは始まってる。もう始まってる。空高く舞い上がった水しぶきの先に僕らは待っている。僕らは待っている。僕らは待っている。
本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。